はい、こんにちは。今日はゴルフスイングの中でもすごく複雑で、なおかつ非常に重要なですね、腕、周り、手首、肘、この辺りの細かい解説をしていきたいと思います。この動きはですね、正しく行わないとフェースの向きに直結する部分ですので、ボールの回転、横への回転、つまりフェースを開いてスライスをする、それからフェースがクローズになって、左へフックするというね、そういうボールの方向性にすごく影響を与える部分です。肩の回転とか腰の回転、足の動き、胴体の動きは割とシンプルなんですけれども、この腕の動きがかなり細かくて、多くの関節とか、細かい小さな筋肉を使ってますので、正しく覚えないとこれが原因で方向性が悪くなる、そして正しい動きをしてないので、気持ちよく振れないという原因になります。非常に今回重要なパートですので、ぜひ最後までご視聴いただいて、できましたらチャンネル登録の方もね、よろしくお願いしたいと思います。それでは早速ね、解説していきたいと思います。ゴルフスイングって、前傾しますよね。前傾する、そして回転をする、なおかつ腕が振られる。で、腕も振り方がどういうふうに振っていいのかよくわからない。これがすごく難しくしていることだと思うんですね。ですので今回はまず体の回転、これは抜きにします。それから前傾、これも抜きにします。それでもし体も回さないで前傾もしなかったとしたら、腕はどのように使われるかという、そういうお話です。で、まずですね、このようにクラブを持つわけですよね。今両肘ってこう伸びてるじゃないですか。ところがゴルフスイングをした時にね、バックスイングした時に右の肘が曲がって、そしてインパクトでまた両方の肘が伸びて、でフォロースルーで左の肘が曲がってくると。でこのメカニズムはどういうことなのかという、そういう説明です。まずこう構えた腕、前傾もしないで、そして体も回さないとしたら、どの位置に手が上がっていくか、振り上がるかというとですね、このように手は右斜め上の方にこう上がっていきます。っていうのは、正面に上がったら両方の肘は曲がりません。こう伸びたまんまいきますよね。で右の肘が曲がるわけですから、右斜め上の方に腕が振り上がるということです。正面から右に外れるということです。そして上に振り上がるということですね。そのことによって右肘が曲がります。で、振り上げられた腕は振り下ろされます。で伸びます。両方の肘が伸びる、正面で伸びる。そして左の方にまた振り上がってきます。そうすると左の肘が曲がる。つまりアルファベットでいうと、このように V、 正面から見て前傾をしない、体も回さないとしたら、腕は右斜め上に振り上がって左斜め上の方に振り上がるアルファベットの V を描くということですね。でこれが例えばスイングがアップライトの人は、この肘の曲がる度合いが少し小さいです。これフラットになればなるほど、右の肘の曲がる度合い、右の脇が締まるといいますか、実際ここ空いてますけれども、アップライトに対してこう下がってくればくるほど、右の肘の曲がる度合いが大きくなります。こうなると肘を曲がる度合いが小さくなっていって、アップライトだと肘を曲げる度合いが小さくなって、フラットになればなるほど右の肘の曲がる度合いが大きくなります。ということは、この V の角度がアップライトにするかフラットにするか、アップライトにするかフラットにするか、これによって違うということですね。で私のスイングはどちらかというとフラットなので、少しこの V の幅が大きいです。 V の幅が大きい、つまり右の肘の曲がり方が大きいということです。で下に下ろされて左の方に振り上がっていく、右上に上げて下に振り下ろされて左の方に V を描くように上がる。でじゃあゴルフスイングとこうやって打ってんのと、こうやって打ってんのというと、すごくね、それはないでしょって、違和感感じるかもしれませんが、そこに前傾とそして体の回転が行われてきますので、結果的にはこのように楕円にね、描かれるという、クラブヘッドの軌跡というのは楕円に描かれるということになるんですね。これがね、なかなか理解できないかもしれないんですが、まず、腕の動き、体の前傾と体の回転をしないで腕の動きだけを分析していくと、
手は右上に振り上がって V を描くようにして、そしてその V の開く度合いはフラットかアップライトかによって変わるというね、まずこれをしっかり覚えてやってみてください。それでさらにローテーションというのがねあると思うんですけど、ゴルフのスイングの中でこの動きを入れてしまいますと、フェースがスクエアになるところっていうのは1点しかないので、開いた状態で当たれば当然球がスライス右へ曲がるということですね。でそれを意識するあまりこうかぶせて当ててしまうとボールが左に曲がる、フックが出るという、これどっちも良くないので、できるだけ軌道に対してフェースのローテーションを入れないようにというね、そういうレッスン書があると思うんですが、実際にフェースのローテーションをゼロにして腕が振り上げられるかというとなかなかそれも難しいんですよ、ね、でかといって積極的にフェースのローテーションを右にねじりながら上げてしまうと、これはかなりフェースは開いてしまうことになります。で、他の動画でも言ってるんですが、構えた時にこういう形でねシャフトが地面と水平になるようにして、グリップエンドがターゲットを向くようにして、この形です。そうして右の手のひらが右を向くようにして、上を向くようにして上げるとシャットフェースに上がってちょうどいいですよ。じゃあこれも実際にはこの右手、今ね分かりやすくするために人差し指を伸ばしますが、この右手が右斜め上に上がるということは、この肘が実際にはちょっと右ですから、曲がっていく、こういう形で上がってきますね。こういう形で上がっていきますが、ここで終わりじゃないんです。この後後ろを指す、人差し指が後ろを指すっていうのは、この手首をこういう曲げる動作ですね。コッキングと言います。コッキングとリリースで、これがないとただのこの V だけですとボールが飛びません。ヘッドの動きが悪いです。これだけです。それで後ろを指す、そして下を指す、そしてまた左の後ろを指す。で先ほども言いましたが、 V がフラットならば右の肩の後ろの方を指す、で下を指す、で左の肩の後ろの方を指すということですね。ではこれを私が提唱しているボーングリップのイメージでやりますと、よく推奨されている今までの握り方で、握りますと、この平面のこのつまむ感じがないので、間違って開いて上げやすいんですよ。こういうふうに上げやすい。でもここですよね、私がずっと推奨しているボーングリップですと、こう挟み込むように親指と人差し指をアドレスで構えますので、このままスッと上がりやすいんです。つまり人差し指が後ろを指すね。今この握った形でボーンでやってみますと、このまま斜め右上にこう上げるわけです。そしてコッキングを入れますから、手首の硬さにもよりますけど、後ろを指さないで、斜め上を指してしまう人もいるかもしれませんが、ある程度弾みもつきますので、こういう形で後ろを指す、そして下を指す、そして斜め左の後ろを指す。私が飛距離アップの動画で2つぐらい上げてますが、フォロースルーでのシャフト立てっていうのは結局この手がローテーションが過剰に入らないように、過剰に入るとこの45度に上がりませんし、シャフトが立ちません。シャフトが立つということは、実際には下を指した後に右の手首がこのように使われるということなんです。 V の形がこう使われるとシャフトが立つんです。斜め45度に立ちます。これ左の方にこういうふうに持ってっちゃうと、これはシャフトは45度よりも下に寝ますね。ですからフックボールが出ます。でアイアンのようにここがこう持ってこれないで、こう持ってきますと、やはりドライバーとしては不十分なんです。ドライバーとしては肩のラインに対してシャフトがこのようにですね斜めになってほしいので、その方がパワーがですね効率よく伝わりますので、やはり我々アマチュアで、月1ゴルファーで、プロみたいに筋力もない、トレーニングもしない、そういう人たちがなんとか250ヤード飛ばそうというためには、できるだけその省エネで効率よくクラブを振るという、その原理を知っておくということがすごく大事なのね。ですからこう握った時に人差し指もう一度伸ばしますってやりますと、斜め右上に体回してませんよ、前傾してませんよ。斜め右上に上げて、なおかつ人差し指が後ろを指す、下を指す、左の肩の後ろを指す。ちょっと棒を使ってやってみますと、こういう形ですね。この形でここですね、後ろを指します。
下を指します。左の後ろを指す。この練習をしてもらいたいんです。この練習、右手の動きで、これがしっかりできるようになってきたら、それでこの V の度合いはフラットにしたい人はこうですよ、フラット、ね、でより低いところからフラットの場合は入りますので、私ちょっとフラットにしてますけれども、ボーングリップでしたとしても、最初はね、左肘も曲げちゃってもいいです。とにかく後ろを指す、下を指す、左の後ろを指す。で慣れてきたら左の肘は伸ばしましょう。で下を指す。今度はフォローでは左の肘は曲げていいです。この動きでクラブを持ってやると、短いクラブがあればですね、こういう形になります。この形でゆっくり上げますと、スーッと上げていって後ろを指します。そして下を指します。で後ろを指します、ね、こう構えてこうですよね。回るともうトップになります、ね、今回しませんよ。ここ行ってこうですね。下を指します。左後ろ回ればフィニッシュになりますよね。もう一回いきますよ。こうですよね。後ろを指す。回ればいつものとそのまま下を指す。でフォローでシャフトを立てる。肩の線とこのシャフトが平行。これはフックになります。ローテーション入れすぎ、ね、ですからシャフトを立てるっていう、斜め45度にシャフトを立てるというのはこういうことです。ですのでそれをやりますと、右の手の感覚としてはですね、こういう感じになりますかね。少しこう手のひらが、やっぱこれはダメなんですよ。右にこうなっちゃうのはダメなんで、実際こういう風にドリル私でね紹介してますけど、右の手のひら下向いてる、右の手のひら右向いてる、右の手のひら上向いてる。なのでそれからしますと、右の手のひらは正面向くぐらいの感じで大丈夫。そして下を指すんですが、その後のフォローはこう持っていかない。これ左へ行ってしまいますね。この後人差し指がシャフトを立てる。人差し指がこう動きます。こういった後に右の手のひらが下向いていった後にこうじゃないです。人差し指が上を向く。こういう動きです。こういう動き、ね、これを覚えてくれるとこの形になるんですよ。体を回していくと前傾をしてこの動きになります、ね、じゃあちょっと打っていきますね。はい、ちょっとクラブが長くなるので、先ほどのやりますと、これでこうですね、こうですね、こうですね、 V ですよね。で私はフラットですから V の幅が少し右の肩のあたりにきます。肘も曲がりが大きくなります。下を刺します。そして左のフォローはこういう形、こうですね。回さないとこういう形になりますが、これで腰と肩を回せばいい。腰と肩を回すとこういう形になるんですよ。これがね、不思議かもしれませんが、V で特に大事なのはここからここ、ね、これもこうではないですよ。こうではなくて開いてはいませんよ。開かないで下ろしてきて、人差し指を立てるようにシャフトを立てるということですね。はい、じゃあやってみます。シャフトを立てる。はい、まあね、260ちょい。はい、もう一気にいきます。ボーングリップですね。ボーングリップ V。 同じぐらいかな。はい、同じぐらい食べました。260。はい、もう一気にいきます。捕まりましたけど、同じぐらいですね。はい、264。はい、飛距離というのは年を取れば取るほどね、その日にの調子があります。
までちょっと仕事してましたんで、なかなかね筋力が目覚めるまでに10球打たないとね、本当はね、今3球打ちましたんで、次あたりはいいかな。ボーングリップですね、ここすごく大事。ここ挟む。そうするとこう入りにくいの。これでトップでねまず開いて入れちゃうと開いて入りやすいですね。スライスが出る。そうするとスライス出るからバーンとこねるでしょ。これは1点しかないから方向性が出ないです。でどちらかといったらちょっとこうシャット気味に上げたいので、やはりこう右の手のひら右向ける感じでね、シャットで上げて大丈夫だと思います。ちょっとこのクラブがね、すみません、10.5 度ロフトがあるんですが、今自分のクラブがこれはちょっと出たでしょうね。タイミングが良かった今のはね。これはようやく距離が270ぐらい出たかな、ね、273、十分ですね。やはりロフトが大きいので3200回転、ボールスピードあります 69.9、 ヘッドスピード 47.7 出ました。で本当にね練習しないんですよ。今年1回ゴルフ行きました、1月9日で、今日がその後ずっと仕事しててね、こういう施設ありますけど別にそんなバンバン打ってるわけじゃないです。だから効率よくね、ゴルフのスイングを考えて、練習をあまりしなくてもね、当然筋力もないです。握力もこの間測って40なかったです。35ぐらいで、背筋力も多分ないで、脚力もともとないので、それでこうやって飛ばすにはやはり効率ですよね、スイングの効率なので、今日のお話はね本当にね大事なんですよ。この V で肩の回転とか腰の回転とかばかりそちらに気を取られてると、この肝心要のこの V のね動きで、じゃあローテーションしちゃダメだからって言っても完全にこうではないんですよ。完全にこうではない、実際こうですよ。ここはローテーションが自然にリリース入ってるはずなので、もうほとんどのプロはこう入ってます。ですから全くノーローテーションですとこういう打ち方になってしまいますので、そこも勘違いしない。ただしバックスイングではこのように極端には開きません。人差し指でやると鏡見てね練習するといいと思います。こういう動きです。こういう動き、右肘、ね、でそれをボーングリップにして後ろ刺す、下刺す、後ろ刺す、右肩の後ろにねフラットに振るんであれば、これでスライスの人はほぼこれで治ると思いますよ。それから気持ちよく振れますので、トップの収め方、腕の振り下ろし方、フォローの抜き方、この3つが分かってると弾道が安定するし、何より飛びます。ボールがねすごく効率よくスイングができるとボールが飛びますので、あんまりこう足も大事、それはまた別の動画で言いますけれども、足を使うとねさらにもうちょっとですね私も距離伸びます。それも大事なんだけど、フェースの向き、ローテーション正しく覚えるということです。それによって方向性が良くなると思いますのでね、ぜひ皆さんこれ練習してもらって、簡単な動きだと思いますよ。これねね、はい、最後までご視聴ありがとうございました。では皆さんね練習してドライバーね気持ちよく振ってゴルフを楽しんでください。ありがとうございました。